いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。本日お届けするテーマは、海の魚に潜む小さな寄生虫、アニサキスについてです。この名前を聞いたことがある方も、あまり知らないという方も、ぜひ最後までご覧ください。特に魚が好きな方、釣りをする方、そしてお刺身をよく食べる方にとっては、大変重要な情報となります。本日の結論です。アニサキスは恐れる存在ではありません。正しい知識と予防法を身につけることで、魚を安全かつ美味しく楽しむことができます。本日の目次です。アニサキスとは何か。アニサキス症の症状とは。釣り人のケース。なぜ感染するのか、原因を解説。リスクの高い魚、低い魚。アニサキスの予防法3選。購入時の注意点。安心して魚を楽しむために、それでは順に見ていきましょう。アニサキスとは何か。魚を美味しく、そして安全に楽しむためには、このアニサキスについて正しく理解しておくことが不可欠です。アニサキスってなんか怖い寄生虫でしょと、漠然としたイメージだけで済ませてしまうと、思わぬトラブルに遭遇する可能性も。でもご安心ください。きちんと知識を持っていれば、アニサキスは怖い存在ではありません。むしろ正しく対処することで安全に魚を楽しむことができるのです。今回はアニサキスの生態から感染した際の症状、予防方法、さらには実際に感染した人の体験談まで総合的にお伝えしていきます。アニサキス症の症状とは。アニサキスは主に海の魚介類に寄生する線虫という種類の寄生虫です。成虫になると海の哺乳類、例えばイルカやクジラの体内で生活しますが、その幼虫が中間宿主である魚やイカなどに寄生します。私たちが問題にするのは、この幼虫の段階のアニサキスです。体長は2センチメートルから3センチメートルほど、見た目は白く、糸のように細長い形をしています。寄生場所として多いのは魚の内臓ですが、魚が死んだ後には筋肉、つまり私たちが刺身として食べる身の部分に移動してしまいます。この移動こそが人間が誤ってアニサキスを口にしてしまう最大の要因となるのです。アニサキスの幼虫は誤って食べた人間の胃や腸の壁に噛みつこうとします。これは本来寄生すべきイルカやクジラと間違えて人間の体内に入ってしまったために起きる現象です。その結果、アニサキス症と呼ばれる激しい腹痛が発生します。この痛みは食後2時間から8時間程度で突然現れるのが特徴です。胃がねじれるような、また刺すような強烈な痛み、加えて吐き気や嘔吐、冷や汗やじんましんなどの症状も見られます。あまりの痛みに救急車で運ばれるケースも少なくなく、中には人生で一番痛かったと語る人もいるほどです。アニサキスによって引き起こされるのは物理的な痛みだけではありません。人によってはアレルギー反応を引き起こし、皮膚のかゆみや発疹、ひどい時には呼吸困難に陥るケースもあります。釣り人のケース。ではここでアニサキス症に感染するとどのようになるのでしょうか。ある日、彼は新鮮なアジを港で釣り上げました。せっかく釣れたんだから今が一番美味しいだろうと、その場で3枚におろし、刺身にして食べたそうです。味は最高だったと言います。しかし、その夜遅く、徐々に胃のあたりに違和感を感じ始め、やがて胃がねじれるような激痛に。深夜に痛みに耐えきれず、病院へ直行し、緊急の胃カメラ検査を受けたところ、胃の壁に突き刺さっているアニサキスが発見されました。その場で医師が内視鏡で摘出し、ようやく痛みが収まったとのことです。彼は新鮮イコール安全ではないと実感し、それ以降は釣った魚でも必ず加熱処理をしてから食べるようになったそうです。なぜ感染するのか、原因を解説。アニサキスに感染する最大の原因は、
魚が死んだ後の時間経過とその管理方法にあります。魚が生きているうちはアニサキスは主に内臓に寄生していますが、死後になると筋肉、つまり私たちが刺身として食べる身の部分へと移動してしまいます。これは死後の魚体内で環境が変化することにより、アニサキスが生き延びるための移動行動と考えられています。このため、釣った魚をすぐに冷やさなかったり、内臓を取り出さずに放置した場合、アニサキスが身へと移動してしまうリスクが非常に高まります。冷蔵庫に入れておけば大丈夫という声もありますが、アニサキスは冷蔵温度5度程度では死なず、数日間は生き延びるとされています。リスクの高い魚、低い魚。では、どんな魚にアニサキスが多く寄生しているのでしょうか。寄生のリスクが高い魚には以下のような種類が挙げられます。アジ、サバ、サケ、サンマ、イカ、タラ。これらの魚は日本の食文化でも非常に馴染み深く、生で食されることも多いため注意が必要です。特にサバのしめサバやイカの刺身、アジのなめろうなど生で楽しむメニューに関しては適切な処理がされているかどうかが重要です。一方でリスクが低い魚としてはマグロや養殖魚が挙げられます。マグロは流通の段階で冷凍処理されていることがほとんどであり、その過程でアニサキスが死滅します。また養殖魚は自然の餌ではなく人工飼料を用いて育てられているため、寄生虫が入り込む余地が少なくなっています。アニサキスの予防法3選。ここからはアニサキスから身を守るためにできる3つの基本的な予防策をご紹介します。加熱処理。アニサキスは熱に弱く、60度以上で1分以上加熱すれば確実に死滅します。焼き魚、煮魚、天ぷら、フライなど加熱調理された料理であれば安心して食べることができます。冷凍処理。マイナス20度以下で24時間以上の冷凍によりアニサキスは死滅します。これは業務用冷凍庫のような設備で行う必要がありますが、家庭用でもマイナス20度を下回る設定ができる場合は有効です。内臓の早期除去。釣った魚は可能な限り早く内臓を取り除きましょう。特に釣り場でその場で処理できる環境が整っていれば、即座に内臓処理を行うことで身への移動を未然に防ぐことができます。この3つの基本ルールを守るだけでもアニサキス症のリスクは格段に下げることができます。購入時の注意点。アニサキスを避けるためには自分で釣った魚だけでなく、購入する魚にも注意が必要です。まずは信頼できる販売店を選ぶこと。鮮度の管理がしっかりされており、冷凍処理の表示が明確にされている店を選びましょう。また、冷凍処理済みや加熱用のラベルがあるかを確認するのも重要です。さらに自宅で刺身にする場合は、身の表面や断面に白くて細い虫のようなものが見えないかを目視でチェックする習慣をつけましょう。少しでも不安を感じたら、無理して生で食べず、加熱する判断も大切です。安心して魚を楽しむために、アニサキスは小さな寄生虫ですが、誤って体内に取り込んでしまうと、激しい痛みや重篤な症状を引き起こす可能性があります。決して油断できない存在です。しかし、その生態やリスクを正しく知り、適切な予防策を講じることで、私たちは魚をこれまで以上に安全に楽しむことができます。釣った魚を家族や仲間と味わいたい。自分でさばいた新鮮な刺身を堪能したい。そんな思いを大切にしつつ、安全のための知識を身につけておくことが、魚を楽しむ上で何よりも重要です。いかがだったでしょうか？今回の内容が役に立ったと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。コメント欄で体験談やご意見もお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。